今回はタイの最北の地メーサイという町へ行きます。おそらく視聴者の方でも聞いたことがある日本人にも人気なチェンマイという町から北上するとチェンライという町があります。さらにそこから60キロほど北上すると今回の目的地であるメーサイがあります。メーサイはミャンマーとの国境地でタイ国内の最北地とされています。メーサイとの国境は間を流れる小川の中間ラインで定められ、隣接するミャンマー側の町はタチレクと言います。昨今日本でも頻繁に話題になっていますが、現在ではこのタイとミャンマーとの国境エリアが非常に危険な場所として取り上げられています。なぜ現在タイとミャンマーの国境が危険な場所としてされているのかというと、国際犯罪集団の拠点が国境沿いの近くにあり、人身売買や麻薬の取引、特殊詐欺などの犯罪グループの拠点がいくつも存在しています。実際に日本人も拉致され監禁されていることで話題になりました。私が今から行くメーサイの国境は現在どのような感じになっているのか、限界国境系 YouTuber として自分の目で見てこようと思います。まずはバンコクからチェンライへ移動します。それでは今からチェックインします。やっぱりいつもより厳しい気がする。行き先がチェンライだから、ミャンマーに近いわけですよ。だから何しに行くのって聞かれました。国内線で聞かれることないと思うんですけどね、いつもね。普通に旅行ですと言って、なんかじっくりパスポート見て、いいよとは言ってくれましたけどやっぱりね、今そういう状況なんで、タイ人とミャンマー人の行き来はできるんですけど、外国人の、ミャンマーへのね、自由な渡航っていうのはなんか制限されてるみたいなんで、その辺も確かめに行くっていうのもあるんですけど、タイ航空のラウンジは入れるんですけど、プライオリティパスでコーラルラウンジに行きます。とりあえず朝ごはんを食べてなかったんで今から食べます。昼ご飯として機内食パンぐらいはあるかな。はい、カレーとか持ってきました。で、男は黙って炭酸水ですね。はい、で今マッサージも無料のやつをお願いしました。コーラルラウンジね、セントレーにもできるんですよね。この無料マッサージあるんでしょうか。15分無料でやってくれるんですけど、はい、次の次に自分が回ってくるんで、あと1時間ぐらいしかないんですけど、多分やってくれるでしょう。いただきます。それではラウンジを出てゲートに行きます。パスポート。アイルサイド。チェンジ。ビジネスクラス。おお。ということでゲートくぐりましたけど、なんとビジネスクラスにインボラされましたやったー、ゲートピンポンだ国内線ですけどね、これはびっくり。運がいいな。いやー、まさかのインボラ、今年一発目ですね。去年は確かスリランカ航空でバンコクから、コロンボで、あと関西空港から、アシアナ航空でインチョンまででインボラがありましたね。一応スターアライアンスゴールド持ってるからかな。でもそんなの持ってる人いっぱいいるからね。ありがたいです。国内線でも1時間半ぐらいのフライトかな。はい。ただね、通路側みたいですね。最初普通のエコノミーの窓側だったんですけど、通路側になったみたいです。はい、置き止めになったんですけど、また階段登るみたいです。
はい、このタイプね、普通のエコノミーを3列を2人で使うタイプですね。なるほどなるほど。でも全然無料でアップグレードしてくれたなら嬉しいです。機材はエアバス320のダッシュ200ですね。エアコンがすごい効いてるな久しぶりにガンガンだ。タイっぽいですね。凍える寒さです。一応クッションとブランケットも置いてありました。今回ねトリップドットコムのね安いチケットで取ったんですが1万2000円ぐらいだったと思います。なのにちゃんとアップグレードされたというか、ちゃんとという言い方はおかしいですね。たまたまアップグレードされました。おそらく窓側に人がいるからアイルサイドですね、通路側になったと思います。なので景色はちょっと撮れないですけど、まあいいでしょう。短いフライトですから。一応ビジネスクラス区画はガラガラですね。隣来なかったんで後でドアが閉まった後窓側に移動しようと思います。すごいパワフルなドアの閉め方でした。そして来なかったので窓側行きます。วิธีการรัดเข็มขัดสิ่งสำคัญทั้งสองด้านเข้าด้วยการปรับสายรัดให้ความปลอดภัยกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกเรือ Cabin crew prepare for takeoff.それでは今機内サービスが始まりました。機内食はチキンライス一択でしたね。なんかちょっと上等なやつですね。はい、まあこれだけです。あとはデザートがなんかタイミルクティーパンって書いてありますねで飲み物はすいませんお酒飲めないんでこのあったかい紅茶だけもらいました。はい、じゃあ食べます。食べてみましたけど、あれですね、なんかタイ料理というよりもなんかインドカレーに近い味のチキンカレーみたいな感じですかね。ターメリックライスですし、これなんかさっき全く同じようなものをラウンジで食べたな。美味しいですけどね。うわ、すごいね、めっちゃ甘そうだわ。ちょっと予想とは違いました。この激甘なタイミリックティーのクリームがベタベタに塗られてるパンですね。まあこれ食べれないかな。でそれがなんか中にさらにクリームが入ってるんだ、パンの中に。いかにもタイのって感じですね。甘いものに甘いものをかけるみたいな。チェンライ国際空港着きました。チェンマイと間違えそうなんですけど、とりあえず荷物を受け取ったらすぐにホテルにチェックインしに行きます。Thank you。ということで初めてですね、人生初の、チェンライ国際空港ですね。チェンマイは行ったことあるんですよ。であとインドのチェンナイも行ったことあるんですよね。こちらのチェンライはないんですよね。チェンマイ、チェンライ、チェンナイ。すごい、出た一発目で
これがチェンナイ空港、はい、ということで一瞬で荷物も受け取れまして外へ出れました。でこちらのね、チェンライも、グラブとかボルト使えるんですよね。で今グラブでホテルまで予約したんで、はい、乗っていきましょう。ちょうどこの2番出口のところですね。ちょうど2番出口のところがグラブピックアップポイントだ。はい、すぐにグラブ捕まりましたね。あとこの北の方の地方なんでカオソイとかあとムーガタが名物のはずですね。ちょっといずれ食べたいですね。はい、とりあえずホテルに行きます。で今回ねマリオット系のメリディアンチェンライリゾート、予約しております。めちゃくちゃいい感じのメリディアンですわ。久しぶりにリゾートメリディアンです。ちょっとテンション上がってきた。去年サムイ島のリッツ・カールトンぶりのこのリゾート系のホテルですね。今からチェックインします。すごい開放的だ。素晴らしいです。ということでチェックインの方完了いたしました。なんとですねアップグレードしていただけるということで今部屋を準備してるみたいで20分ぐらい待っててって言われて待ってるんですけど、一応ねスイートになるみたいです。で3日間滞在するんですよね。でここから国境の方とか出かけたりしようかなということで、ここをベースにするつもりです。空港から5キロぐらいですかね。クラブで120バーツぐらいで来れました。はい、ちなみに料金の方なんですが1泊5000バーツぐらいします。なので3泊で1万5000バーツいかないぐらいかな。その代わりウェルカムギフトでポイント1000ポイントもらったのと、朝食3日間フリーで部屋アップグレードで、さらに今ポイントバイキャンペーン、宿泊日数ですね。3泊すると6泊分のカウントでポイントももらえるという感じになっております。ちょっと今回ね動画の趣旨としてはリゾート楽しむっていうよりも国境の方行くっていう感じなんですけど、一応この部分も皆さんにお見せします。ちょっともうリゾートに来ちゃったから気分がねもう休みモードに入ってしまいましたけど、いや明日から活動します。ということで今部屋に入りました。がっつりねスタッフさんに説明してもらったんですけども、めちゃくちゃ広いわ。久しぶりにバカ広い部屋だ。すげえ、さすがメリディアンですね。メリディアン大好きです。これは広いね。一部屋なんですけど、これリビングと分かれてはない感じなんですけど、これでスイートみたいですね。はい。でちゃんとすごいこんな豪華なウェルカムギフトを用意していただいて、であとこのバルコニー超広い。すごいね。開放感半端ないです。でこのままねプール行けるんですよ。そこプールなんですけど、なんでもう水着で行って戻ってこれるっていう感じで、でこのバルコニーではタバコ吸えないんですけど、部屋出てすぐのところに喫煙所があったんで、そこでタバコ吸えるんで、私がタバコ吸える部屋がいいって言ったら全室禁煙なんですけど一番近いところにしますって言って、そこさらにそのスイートにしてくれました。ありがたい。ベッドはねキングサイズベッドです。もともとねツインの一番安い部屋で予約しておりました。はい、かなり高いと思いますこの部屋、普通に予約したら。でこのねラゲージルームめちゃくちゃ広いですし、あとは大きなバスタブ、はい、でさらにすごい広いシャワールーム、そして立派な洗面台、全部アメニティもメリディアンのやつありますね。でトイレも非常に広くて綺麗です。メリディアンはねやっぱり僕も昔からすごい好きで、日本にはないんですけどね、あと女性の人から特に若い女性も含めて人気ですよね。いや贅沢です。自分の部屋は5101なんですけど、部屋を出て徒歩10秒ぐらいすぐそこに喫煙エリアがあります。全室禁煙なんですけど、いろんなところにこの喫煙スポットがあるんで、ここで吸ってくださいっていう感じですね。バルコニーで吸えそうなんですけど、はい、意外に吸えないという。グランドデラックスウィングっていうのね、
先ほど説明してくれたんですけど、この木がね、1000年以上の樹齢のある木だそうです。これが私の部屋なんですけど、このままここを通ってこっちのプールに行けるということで、一応水着持ってきてるから入りたいですね。で、奥がレストランで、イタリアンレストランかな。このホテルの中に3つレストランがあるのかな。こちらがプールですね。空港が近いんで飛行機の音がすごいしますけど、素晴らしい。めちゃくちゃいいね。ということで、素晴らしいホテルの紹介はこれくらいで、ね、人生初のチェンライに来たんですが、今回の動画の趣旨はミャンマーの国境、辺りをちょっと散策する、見に行くっていうことを軸にしておりますので、はい、とりあえず今回この動画では、明日以降ですね、そちらの方に行きますので、このホテルをちょっとね、満喫はちょっとあんまりする時間が正直ないっていうのが非常にもったいないんですけども、はい、とりあえずちょっとホテルでしばらく休憩します。それで今15時ぐらいなんですが、ホテルの周りね、正直何もないんですよね。ホテルでゆっくり過ごすのもいいんですけど、せっかく時間あるんで、今からグラブかなんか呼んで街の方に行ってみようかなと思います。で、マッサージ受けたりとか、あと晩飯食べてまた戻ってこようかなと思います。せっかくチェンライに来たのにね、街の方見ないのももったいないなと思ってね、国境だけ行って終わりじゃね。はい、なんでちょっと今から出かけます。それでは街の中心部の方に、行ってみます。バザールの方かな。ナイトバザールが夕方6時からあるから、あの辺に行けばなんかお店あるでしょう。今グラブ呼んだんですけど、距離で言うとね、街の中心部まで3キロぐらいですね。歩けない距離ではないですね。あと無料で自転車貸してくれるみたいなんで、バイクがあれば簡単ですけども、自転車でも行けなくはないかなと今思いましたけど、めんどくさいんで、はい、もうグラブで行きますけど、で明日ね、今いろいろ調べてたら、その自分が行こうと思ってるメーサイ国境検問所っていうのがあるんですけど、それがミャンマーとのミャンマーだとタチレクっていうのかな、そこの、境になっている国境があるんですが、そこに行こうかなと思ってます。そこが一応タイの最北端の町なんですよね。最北の地と言われているところで、ここから60キロぐらいあるんで、明日朝ごはん食べたら何らかの手段でそこを見に行って、で以前はワンで日帰りであれば日本人はビザなしでタチレクの町だけ入れたみたいなんですよね。で今はちょっといろいろあるじゃないですか、問題が、犯罪のあれがね。だから多分行けないと思うんだよね。ただ一応行ってみようかなとは思っております。はい。このミャンマーとね、タイの国境っていうのはかなり広いので、いろんなところでね、三国国境とか、ゴールデントライアングルとか、あといろいろあるんですけども、とりあえず明日は最北の地、メーサイ国境検問所に行こうかなと思っております。とりあえず今から街で適当にブラブラしに行きますけど、明日の話ですね。はい、おそらくこの辺が街の中心部かな。でここがちょうど入り口ですね。ナイトバザール、まだ早いんであれですけど、マッサージ屋さんとかいっぱいあるとこですね。食べ物屋さんもいっぱいあります。とりあえず夕方までまだ 2,3 時間あるんで、18時までねマッサージ行きましょうか。全然観光になってないけど、着いてすぐマッサージっていう。でもなんか中華系の店多いですね、明らかに。もうでも全然セブンとか何でもあるからバンコクとあんま変わんないかな。人が少ないって感じ。マッサージは若干安いかも。1時間250バーツぐらいですね、フットマッサージが。バンコクだと300バーツぐらいですよね。店によるけどちょっとお安めって感じかな。グラブもちょっと安いですね。ホテルにもねマッサージスパあったんですけどね、値段が1000バーツくらいだったんで、一番安いやつでちょっと高いなと思って、こんだけ街が近かったら全然売宅とかでマッサージだけやりに来てもいいですね。閉まってるお店とかもまあまああるけど、カフェは多いですね。だいたいカフェかバーでファランたちがお酒飲んでますね。でこれが有名なこのチェンライの時計台ですかね。一応これだけ見に来ました。歩いてすぐでしたけどこの通りで多分有名なのこれぐらいだけじゃないかな。はい、特にそんな見るもんはないかな。このドローカルな感じが好きな人にはいいでしょうね。ちらほらやってるお店に入って休憩してはマッサージ行ってお酒飲んでみたいな。それでも結構寂れてる気がするなこんな感じなんだね。バーですよね。ビリヤードやってたりとかお酒飲みながら、ほぼほぼファランしかいないですね。日本人なんか全然いないわ。でも日本食屋は結構ある気がする。で
適当にマッサージ屋さんに入りました。バリバリ日本語が喋れる人でしたまあ安いよ、1時間200バーツだった。ということでマッサージやってきました。めっちゃ気持ちよかった。いい人でしたね。しかも安いし、いや満足しました。なんかイネナウトがありますね。アメリカ西海岸で有名なハンバーガー屋のパクリなんでしょうか。ちょっといかがわしいあれですね。大麻がのお店ですね。今の時間17時40分なんですが、どうしようかな。その屋台で食べるのもなという気もしてきちゃって、なんかこの辺に日本のねお店があるんですよね。ここにねなんか焼肉屋があったんだよね。日本のなんかチェンマイホルモンに昔行った記憶があるんですけど、チェンライホルモンっていうのもあるのかな。でも日本食か。ここなんですけど、焼肉、お店の前にはホルモンって書いてあったんで焼肉屋かなと思ったんですけど、普通の居酒屋っていうか、まあ日本食メニューばっかりでした。はい。すいません。チェンライに来て日本食と思うかもしれませんが、タイでね日本食食べるのうまいんですよ。なので今回ちょっとドシンプルな普通に食べます。はい、ということで注文したカツカレーとステーキですね。量はやっぱちょっと少ないですね。値段は安い代わりに。カレーこれ絶対レトルトだわまあいいですいいです、これでこういうのでいいです。それじゃあいただきます。普通にうまそうだね。カツカレー量はあるわ。やっぱりご飯がすごい多い。レトルトじゃないかもしれないな。普通にうまいわ。こっからナイトバザールの入り口ですね。だいぶ始まってるわ。なんか雑貨とかタイ T シャツばっかだな。でもこっちはお店いっぱいあったわ。食べるとこありましたわ。混んでる混んでる。こっちがメインか。この辺なら活気がありますね。やっぱムー型のお店とか多いですね。何もお店なかったらどうしようかと思いましたが、こんだけ人がいればいいですね。雰囲気はありますね。タイ飯ほとんどあるって感じですかね。顔添えの店もまあまあありますけど、何食べようかな。デザート系食べたいですね。特に食べたいものがなかったんで、この30バーツとちょっとなんか安いなと思った生搾りオレンジジュースを買いました。ちょっとリスクあるかなと思ったけど手作りだったんですけどようやくなんかそれっぽい感じですね。結構ほんと人がいっぱいいるんで、観光客としては楽しいかもしれませんね。なぜか電飾を施された桜みたいなやつがあります。なんかみんな写真撮ってます。桜好きだよね、外人ってね。ホテルに戻ってきましたが、何気に綺麗ですね。ライトアップが、プールとかもすごい綺麗。とりあえずこんな感じで、今回ちょっと超ざっくりですけども、チェンライのね、街は多分あれで終わりです。で、今回ね、何度も言ってますけど、メインは明日タイの最北の地、メイサンイミグレーション、あとミャンマーとの国境沿いを見に行くっていうのが一番のポイントなんで、明日それを、まだちょっと計画は立ててないんですけどね、どうやっていくか、絶対行こうと思っておりますので、とりあえず明日も朝起きて、朝ごはん食べて出発したいと思います。おやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。今から朝ごはん食べに行きます。非常にすがすがしい朝ですね。朝食レストランはこちらです。すげえ、こちらですね。素晴らしい席に案内してもらいました。めちゃくちゃいいですね。卵メニュー、卵料理はこちらのなんかオーダーするやつ。久しぶりに気合いの入った朝ごはんを食べれて嬉しいです。何でもありますね。
日本食もありますわ。味噌汁、ジャパニーズカレー、カオソイが食べれるって言ってたな。これカオソイだ。ちょっといろいろありますね。ちょっとがっつり食べたいと思います。素晴らしいね。ということで、こんな感じで朝ごはん持ってきました。席がほんと素晴らしいんで最高ですね。でソムタムとかサラダ、これもうまそうでした。これカオソイじゃなかったですね。普通の麺で、あったかい紅茶をもらいました。あとスムージーと卵料理はエッグベネディクトを頼みました。あとちょっとおかずですかね。いやー素晴らしい、大満足な朝食ですね。ソムタムめっちゃうまそう。野菜がめっちゃうまい。いただきます。マリオットのホテルに泊まらない限り、私みたいな人間はエッグベネディクトを食べる機会が基本的にないんで、すごい美味しいです。それではですね、朝ごはんも食べましたんで、今から、タイ最北の地名山国境にですね、行きたいと思います。今グラブで調べたところ600バーツぐらいで行けます。距離60キロぐらいあるんですけども、結構やっぱ安いですね。バンコクとかよりも全然安く行けます。もちろんバスとかで行けばね、50バーツぐらいで行けるのかな。5、60バーツで多分行けるんですけど、10倍はね、値段はかかるけど、チャーターみたいな感じで行けるんで、片道ですけどね。今回それで行きましょう。ということで、グラブ捕まりまして、今から行きます。運転手さんがだいたい1時間ぐらいと言ってました。めちゃくちゃいい人です。てか、バンコクよりフレンドリーですね。ということで、メイサイ到着しました。こちらがメイサイチェックポイントです。で、奥がですね、ミャンマーのタチレクという町になっております。で、今こんだけ皆さん車がね、ミャンマー側に向かってまして、でこっちはミャンマーから側から車が来てます。で、今乗ってきたね、グラブのドライバーさんが、かなり親切な人で、帰りもね、同じ金額で現金払いだけど、ホテルまで届けようかというふうに言ってくれました。ちょっといろいろ探すのもめんどくさいんで、それ安いのか高いのか分かんなかったんですけども、600バーツぐらいいいかなということで払いました。その代わり3時間後またここに来てくれるということだったんで、それ楽ですよね。見てもらうと、こっち側ですね、左側が、ロイヤルタイポリス、イミグレーションって書いてあって、向こう側がねミャンマーイミグレーションって書いてあります。なんで出国する人は左側、事務所入っていくって感じですね。で、向こうから来る人は右側から出てくるっていう感じになります。一応ですね3時間しかないんですけど、私の今猶予が。ただ日帰りで入れないかなと思って、ちょっと聞いてみようかなと思ってます。多分厳しいです。厳しいけど、以前は日本人であれば、この反対側のミャンマーのタチレクのエリアであれば、ワンデーで戻ってくるっていう約束でパスポート預けて入ることができるみたいなんですよね。なんでそれが今継続してるかはちょっと分かんないです。情報が自分で調べても分かんなかったです。で、今日本人ちょっと規制かかってるということで、ミャンマー人と、タイ人の往来は基本的にできるんですけど、外国人はもう犯罪に巻き込まれるということで、今いろいろ問題になってるじゃないですか。だから規制してるって聞いてるんですよね。実際どうなのか聞いてみたいですね。それで今ね、事務所で聞いてきました。英語も通じて若干日本語でも喋れるイミグレーションのスタッフがおりまして、聞いてきたんですけども、ダメだそうです。現在日本人はもうミャンマー行けないと、その特別な許可がない限り、以前みたいに日帰りで入って出てくるとか、ダメだと言われました。で、ビザを持っていてもここのチェックポイントはダメだって言ってましたね。その俺の理解能力が悪いのかもしれないですけど、なんでもしかしたらビザがあったとしてもタイからもう行かせないっていうことなのかな。あらゆる国境からも多分行けないってことなんですかね。不法に入る以外はもう今かなり厳しくしてます。何度も言ってますが、タイ側の町がこのメイサイと言います。で、これがこんだけね、ケンタッキーがあったりセブンイレブンがあったり大発展してるんですけども、ちっちゃな川を渡ってね、向こう側ミャンマーはかなり廃れてるというか、こんな風にはなってないと思うんですよね。それをちょっと見たかったんですけどね、今厳しいということで
ちょっとギリギリまでは行ってみましょうか。このレストランすげえなこの橋が国境なしで皆さん歩いてね渡ってるんですよ。私も渡りたかったんですけども、橋の中央部見えるかな。はい、あそこでミャンマーとタイの国境になってる場所ですね。もう歩いてどれぐらいなんだろうね。50メートルないぐらいじゃないかな。一応私は過去にねミャンマー2回入国しております。すごいな。この川ですよ。この川の先も建物全部ミャンマーですからね。すげえギリギリまで行けるんだ。これ国境です。渡っちゃいそうだよレベルだよね、この川だったら。でもまるでもう言葉も違うし文化も違うんですよ。はい、向こうミャンマーの入り口ですね。この川沿い、ミャンマーとのねこのちっちゃな川沿いに、いっぱいお店もあると思うんですよ。もうこっち側にも多分あると思うんですけども、ホテルとかカフェとかあるんで、ちょっとこの短い時間で見に行こうかなと思います。皆さんニュースでね見てると思いますが、ミャンマーで特殊詐欺とか、巨大なね犯罪グループっていうのがすごい世界中で悪いことをしてまして、日本人以外も中国人とかもね、タイ人も含めて拉致をされて中で、犯罪のね、仕事をさせられる、騙されて連れてこされるっていう人もいっぱいいて、でタイが今一生懸命ねその人たちを救出しようと、あとミャンマー政府にも呼びかけてやってる最中なので、日本人がねミャンマーに今わざわざ入りに行くっていうことは多分もうさせたくないっていうか、だからもう勝手にもう規制してると思うんですよ。あとね、私がちょっと聞いた情報だと、その犯罪者の拠点がですね、このタイとミャンマーの国境に結構集中してる、ところが多いということで、ミャンマー貧しいので電気がねあんま安定してないんですよ。でタイから電気を買ってるらしいんですよね、一部ね。でその経済制裁として今タイがねミャンマーに電気を止めたりとかしてることもあるみたいです。犯罪者の人たちにこう電気が使われないようにというか、どんどんね弱体化させるためにって聞いております。ただもともとのタイ人とミャンマー人の、陸路の移動は許してるところみたいなんですけども、外国人は基本的にもうダメだというふうにやってるみたいで、さっきのイミグレーションの人もそんなようなことを言ってました。先ほども言いましたけど、この川をね例えばこの橋の下をこうくぐっていって反対側のねこの壁乗り越えて向こうの、民家みたいなところに入っちゃえば絶対に行けちゃいますよね。特に夜とかにそれやったらここから連れてこされられた人とかもいるんじゃないかな。はい、それではねせっかく来てるので横のこの国境地にある、ウォーキングストリートちょっと見ていきましょう。免税の絡みもあるのかな。お酒が売ってますね。あとミャンマーでは手に入らないからここで買っていくのかな。あとは普通にこのバザールは多分ねどこのあれも一緒だと思うんだけど、とりあえず見ときましょう。あまりねピリピリした雰囲気はないですかね。イミグレーションの人もすごい優しかったし、最後ありがとう日本人ですかって言ってくれたしね。こういった、特にミャンマー国境とか興味のある人で、以前ね特に情勢が不安定じゃなかった時に日本人の人も結構いてたんですよ。で立ちレクはねあんま申し上げにくいんですけども、そういう売春とかがすごい盛んに行われている場所、何かにつけてねタイとの国境のところって結構治安悪かったりそういうこと多いんですよ。麻薬とかもそうですしカジノもそうかな。で立ちレクはその、若い女性の人を安く買えるというので日本人の人たちも結構行ってたっていう話は聞いたことがあります。なぜかね日本語の商品とかも売ってますね。日本のお菓子じゃないと思うけど、非常に短いウォーキングストリートですね。パタヤとかに比べるともう先で終わりです。それでは反対側の街も見ていきましょう。普通にファストフードとかもあるし、オレンジベストの売宅のおじちゃんとかもいるんですが、ミャンマーの人たちはね服装がもうタイ人と違います。あと容姿もね、まず顔に何でしたっけ、田中ってやつでしたっけ、なんか泥みたいな石鹸をね塗るんですよ。ヤンゴン行った時も見てたくさん売ってるの見ましたけど、あと男性の人はね腰巻きスカートみたいなの履いてる人が多いです。でこの顔に塗ってるのはやっぱちっちゃな子供から大人まで特に女性の方がねやられてます。こちらはミャンマー側の道沿いにある
こういった商店のとこですね。こっちの方がガラガラですね。もちろん今いる場所はねタイなんですけども、こっち側はねやっぱミャンマーのものがたくさん売ってる気がする。ここがね普通に立ち入ることができた軍人がいますね。はい、これタイの軍隊の軍人さん。はい、ここが、モニュメントみたいな場所ですね。これギリギリまで一応見れますよっていうことで開かれてる場所ですね。はい、すげえな、下まで一応降りて行けるんだね。あの辺ぐらいまで。川幅は10から20ないぐらいかな。深さは分かりません。すごい汚いんで。でこのギリギリまでねお店もあります。はい、あそこ行くと本当に目の前もっと狭まりますね。10メートルぐらいのところでミャンマー見ながら食事ができるっていう。さっきね逆サイドから見ましたけど、こんな感じで普通に人の往来、全員多分タイ人はミャンマー人だと思いますができてますんで、内人は欧米人ですら歩いてるの見ませんね。私はここ最近限界国境系っていう感じでコンテンツをね、オリジナルコンテンツなんですけども、他の人とのね違いを強調したいっていうので割とこういう攻めた場所とか国境とかやってるんですけども、多分大変皆さんこういう動画喜ばれます。せっかくなんでちょっと下降りて辺の国境の近い、ミャンマーが見える場所でちょっとお茶でも飲みましょうか。これが降りれるっていうのがすごいよね。私はかつてこの陸路国境はだいぶやってきたつもりなんですけどね、イスラエルヨルダンの国境とかパレスチナイスラエルとかロシアとかウクライナとかということで、とりあえず国境を見ながら瓶スプライトを頼みました。1本20バーツです。はい、ここタバコも吸えて休憩するのはいいですね。日陰に入ればかなり涼しいですが、日差し出ると今27度ぐらいありますかね。もっと暑くなってくると思います。あとはねちょっと見えるかな、この山があるんですけど、対岸ね山いくつかあります。展望台みたいな、そこに行くとより一層ね街が一望できるっていうのはあるんですが、ちょっと今回行きません。3時間しかちょっと時間ないっていうのと、単純に疲れる。やっぱ国境はね遠くから見るのもいいんですけども、目の前で見るっていうのが私はちょっとロマンがあるのかなと思ってるんで、今回ちょっと山に登って街全体見るっていうのはちょっとやりませんけども、向こうのね白い建物はすでにミャンマーの家ですからね。横でファラの人がガパを食べてますけど、おっちゃんめっちゃいい人でした。結構喋りました今。やっぱりバンコクよりか暑いね、かなりね。本当は北だからね涼しいかなと思ったけど、そうではないですね。暑い。先ほど自分がいた場所ですけど、見てください。欧米人の人たちが来てますけど、あそこでねここを渡ってっていうのはもう多分できないです。ツアーできっと名産まで来て、終わりみたいな感じですかね。渡っていくことは多分ないと思います。ちなみにですね、タイとミャンマーの間には時差があります。ミャンマーが30分遅れてます。今タイが、10時30分ぐらいで、ミャンマーが10時って感じですね。30分の時差は体感的に多分ほぼ分かんないと思うんですけども、一応ね時差があるんですよ。この川15メートル挟んで30分時間が違うっていう、なかなかね面白いですよね。はい、今横のおっちゃんと話してて、今ねやっぱ外国人はこう行けないんですよミャンマーに。ただ今の横のおっちゃんの話だと、ネパール人とパキスタン人とチャイニーズと、あとどこだったかな、何カ国の人だけは渡れる。ただそれ以外の外国人は基本的には渡れないっていう感じらしいです。ただ賄賂とか、何か特別な力が働けば行けるみたいで、メディアの人とか招待状を持ってる人とか、そういう政府同士の交渉する人とかはいけるみたいですね。横のおっちゃんが非常に詳しくて助かりましたわ。いわゆるここが究極のタイのね最北端の、国境なわけですよ。最北の地ですね。ギリギリですからね。この川の中間ラインですから。いや最短系好きな人多いですよねいろんな国、もちろん日本でもあるんですけども、なぜかロマンを感じてしまう、我々と同じこういう変態な人たちワクワクしながら見ていただければと思います。それではもう少しちょっと街を歩こうかな。
陸路国境あるあるなんですけど、結構両替をしないかっていう声をかけられますね。バーツからミャンマーの通貨のチャットだよね、チャットに変えないかっていう。ぶっちゃけタイ側にいるんでね、その治安がやばいみたいなのはこのエリア全く感じないです。正直言うと、裏ではあるのかもしれないですけど、昼間ですし、さっきのドイツ人のおじいちゃんが喋ってた内容だとね、全然セーフティーだって言ってました。ただ中に入ってミャンマーの奥に行くとですね、良くないねっていう話はしてて、ミャンマーと国境の目の前にあるセブンイレブン、安心しますね。もうこれがあるとタイに来たって感じしますよね。さっきのねレストラントイレなかったんですよね。今トイレ探してたらホテルにあったんで来たんですけど、有料でした。この辺トイレ全然ないわ。10バーツ払って今ホテルのトイレを借ります。タイのその辺の街と変わらずおしゃれなコーヒー屋さんとか、たくさんあります。マッサージ屋さんはあんま見てないね。屋台もいっぱいあるしコンビニもあるしって感じですかね。結構味わい深そうなこういう通りはたくさんありますね。もうタイ語がバリバリで安心感があります。意外とねマッサージ屋さんとかはないんだね。街ぶらして楽しいかどうかこれ人によって分かれそうな、服とかばっかだからね。見とくのは大事かな。そうそう来るところじゃないんで、目に焼き付けたいと思います。微妙にあと30分ぐらいドライバー来るの待ち時間があるんで、ちょっとまたカフェ入っちゃいました。今アイスラテ頼みました。いいね、この気軽にカフェに入ってゆっくりできるっていうのは。値段が今ねアイスラテ50バーツでした。結構安いと思う。とりあえずコーヒー飲みながらまた休憩してしまいます。それじゃあドライバーさんと合流しましたんで、今からね、チェンライセントラルショッピングモールに降ろしてもらいます。それで最後にですね、セントラルチェンライ、大きなショッピングモールですね。こちらあるんで、チェンライにもねこういったところが、ユニクロとか何でもフードコートとかあるところ、こちらでご飯食べてから、ホテルに帰ろうと思います。何でもあるよね。地方にもあるっていうのが素晴らしいね。セントラルチェンライ、すごい綺麗な感じのフードコートもあって、でも正直今ちょっとケンタッキー食べたいんだよな。カオソイ食べようか迷ってるけど、迷うね。とりあえずフードコートはやめてケンタッキー行こうかな。ホテル行ってまた明日の朝ごはんとかもね、どうせタイ飯だしこっちがフードコートか。さっき違ったんだ。いわゆるこのターミナル21みたいなクーポンのやつだ。いや、なんでもあるね。超広いわ。もうこっからロビンソンエリアか。くっついてるんですね。ケンタッキーありました。ケンタッキー率私のチャンネル多分高いです。タイに来るとこんな感じです。タイのケンタッキーはねめっちゃうまいんですよ。ということで今ホテルにね戻ってきたんですが、今回こんな感じでタイ最北の地メイサン、あとミャンマーとね、国境の街を見てきました。現状結構シビアな状況で、あのエリアはね安全だとは思うんですけど、ミャンマーっていう言葉を皆さんね多く聞いている時かなとは思いますので、現在は日本人はねタイ側からは渡ることができないという状況でした。で国境付近っていうのはね基本的に警備は普通のところよりも厳重なんですけど、より厳重なんじゃないかな。イミグレーションの人は普通に答えてくれましたけど、比較的ね観光地としてメジャーな場所ではありますのでね、この動画を見てる人でも行かれた方いると思いますけど、こういった状況の時やっぱりね日本人はほぼいないなっていうふうに思いました。で往来してるのは基本的にミャンマー人とタイ人ばっかりっていう感じで、あんなにね川幅狭いところで反対側でもう時差もあって言葉も違って文化も違うっていうのが国境ロマンというか面白いなとは思いましたし、比較的ね簡単に来ることは正直できます。今は危ないとは言われてますけど、自分がロシアとかウクライナとか行った時
比べれば中国とか比べればタイだなっていう感じで、本日ね行った場所から30キロぐらい離れた場所、今ホテルに戻ってきてしまってるんですけど、そちらにある、ミャンマー、ラオス、タイの三国国境、通称ゴールデントライアングルという場所があるんですけども、そちらに行こうと思いまして、実際に治安とかはちょっと私見当つかないですけど、今日行ったところとあんま変わらないんじゃないかなと思います。わかんないですよ。犯罪グループが拠点にしているミャンマーとタイの国境エリアにはね、近いっちゃ近いんですけど、そこではないかなとは思いますけど、いろいろ状況変わってるかもしれませんので、私は今回初めて行きますけどね、次回そちらを行く動画でお届けしたいと思います。一旦終わります。皆さんよろしければコメントをね、書いていただいて、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。